いつもお話ししてるんですけれどもね、私は治療師、免許治療師ですよね。で治療をするというよりはね、私は皆さんを治療なんかしてない、調律している。また変な言葉ですね。でも何度もお聞きいただきましたね。調律っていうのは、例えば素晴らしい弦楽器を買ってもピアノを買ってきても調律してないと自分も楽しめないし、人と一緒にアンサンブル、ね、演奏するということもできないわけですね。ですから皆さんがお体心身ともに心の方も具合が悪いとすると、調律がうまくできてない。いい悪いじゃない、いい悪いじゃない。調律っていうのは時々いろんな外的な影響で、それから体の調子なんかで言って調律っていうのはね、調律されてない状態っていうのは皆さんあるわけです。私でもそうですね。いつも調律されてない状態がある。それに対して私は自分自身を調律してしまうから、こうして元気で、ね、過ごしてられるんですね。調律って何かっていうとね、ここのところが難しいところなんですね。皆さんがご理解いただくのになかなか難しい。よく聞いてくださいね。私は皆さんの心身の具合の悪さを調律してるんじゃないんです。皆さん一人一人みんな素晴らしい存在で、この世界何はともあれ素晴らしい体験の場だから、とんでもないことは次々と起きる。じゃないと自分は素晴らしいという体験できないわけですからね。ですからそれを調律してない状態になったとしても、全部調律する方法って世の中にいっぱいある。それを私はこのように言ってるんですね。言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、それから最近特に広がりっていうのを言ってるんですけどね、広がりを感じると調律できますよということになりますね。で、調律するんですから、具合の悪い方、あるいは元気な方でも、世界中の人たちですね、今具合の悪い方も元気な方もいらっしゃるんですね。もうね、無条件でその人たちを私は調律する調律屋さんなんですね。で、調律は今申し上げたように簡単、言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、ね、広がりと、こんな感じなんですけれどもね、これやるのも実は簡単なことなんですね。皆さんを何とかしようとする必要がない。でも皆さんは、私を含めて皆さん人間は自分の選択を体験するんです。ですから自分の選択を体験したくて人間やってますからね。私は皆さんが具合が悪いのを勝手に治すということをしません。治してくださいと言われたら治すという言葉を使いましたけど、調律するとこういうことですね。で、親子兄弟、家族、これはもうある意味で無条件で大丈夫ですね。兄弟でもある年齢になったら勝手に調律してしまったらいけない。本人が調律してね、あるいは調律したいという条件が揃ったら大丈夫ですね。さらに言うと、他人は勝手に調律するわけにはいかないんですけども、祝福するために調律するということは可能なんですね。これとてもいいことですね。祝福を皆さんに差し上げたということです。やることは全く同じです。調律する、こういうことですね。で、調律するのにいろんな調律の仕方があるんですけれども、私は特に今強調しているのは、広がりを感じるという調律の仕方するのですから、私が広がりを感じればいい。例えば私はアンママッサージ指圧師という免許を持ってますね。で、それを国の免許を使わせていただいているわけですけども、私が例えば自分の体調律するときに頭をこう調律するときに、例えばこんな感じなんですね。広がる、広がる、広がる、頬骨、これとってもよく聞いてくれますよ。調律する時もそうですね。こう広がる、広がる、あるいは広げる、何でもいいんですね。広がりを感じるんです。
さらにこめかみ、よくありますね。こめかみを広げるととっても楽になります。ほとんどの方がそうですね。これ広げるんです。広がり、広がり。その時に大事なのは全身で広げる。心も全身心で広げる。こう広がり、広がり。私の手の指見ててね、足の指もそうです。広がり、広がり。足の指で思い出しましたけどね。お年寄りを治療する、私もお年寄りですけどね、お年寄りを治療するともうはっきり分かってるのが足の指が硬いんですよね。ということは広がりを感じてない。全ての人がそうですけど、お年寄りは特にそう、広がりを感じてないんですね。で、いつもこう広がればいい。その広がりの一つの方法に喜ぶという方法があるんですね。で、私はいつも皆さんに申し上げてます。見てて見ててって言って、今この角度では私の指先見れないんですけど、私は足の指先でいつもこうやって喜んでる。朝から晩までこうやって喜んでる。で、広がってるんですね。ですから足の指先で広げるというやり方やります。ただ今は見えないので手でやってますね。顎を広げる。これもよく聞きますよ。顎を広げる。それから今度は顎を突き出して広げる。全身でいきます。引いて広げる。右だけ広げる。左だけ広げる。これ全身でいきます。目の位置は変えないんです。要するにこうならない。顎が動かないからですね。こうならない。肘の位置も変えないということで、これ机かなんかにこうね、置いといてもいいし、ここに膝に置いといてもいいんですね。両膝は位置を変えないって意味。って言った時にこうならない、こう広がりませんのでね。ですからといって上にも左右にもね、こう右左とこう広げていくんですね。右側左側右側左側、それから前後にうるさいこと言いません。前後に行けばいい。さらに今度は上下に行くときにでここを押さえてもいいですね。こめかみ感覚的にこう広げるんです。だから力全くいりません。このようにして私は自分のが調律師をやってるわけですね。で、皆さん具合が悪いって電話なんかでお聞きした時も目の電話で聞いてるうちに直すことできますね。例えば受話器取りながらこうやって広げればいい。手はなくても広げられる。慣れたらね、手はなくても広がるから、こうやって広がればいい。ほとんどの方の治療はこれで終わってしまう。で、足の指先で喜ぶと、こんな感じですね。ですから皆さんも福田貴則、もうお分かりですね。福田貴則がこういう仕事をしているということはね。ですからあっさり言うと、電話かけてこなくてもこれをねご覧になって福田貴則をイメージできたら、福田貴則いつでもこれやってますから、安心して具合悪いところを言うというよりね、調律点を私に教えてください。無料です。やってみてね。人生はね、行動するだけが求められてます。行動するだけが求められてます。もう一言で言いますね。やらなきゃいけないということを知っててやらないということが最大の不調の原因になるんです。心身ともに不調の原因になりますね。できなかったらそれはそれでできないという行動をしたんだから、それで OK なんです。うまくいかなかったら行動したんだから、それで OK なんです。うまくいかなかったことは責められるということはありません。ただ責められるのは、何もしなければいけないということをしなかっただけが責められるかな。責められるって誰に責められるの？宇宙、知恵と慈しみの生き生きしたこれからの私たちの体験を作る働きは責めるということは一切ありません。自分ですね。自分が
この宇宙のそういった働きを生かさなかったということに対して責める、自分が責めるんですね。責めるという言葉間違っています。自分がそれを嫌でもやるような体験を選択します。それが人生です。もう一遍繰り返しますよ。私たちはやらなきゃいけないということを行動しなかったということは、とても私たちの自分にとって大きな障害になるんですね。これも自分がその障害を選択しているの、やりたいからです。やりたいからです。で、根性でも来世でも必ず自分はそのやるという選択をします。で、これもいい悪いじゃない。面白がればいい。嫌な選択をして嫌な体験が自分の、人生にやってきたら、私は喜んでそれを行動します。心身の健康法って実はその行動することなんですね。はい、ありがとうございました。やってくださいね。おしまいです。